ニコン Z5-2 で気軽にスナップするなら、ズーム単焦点。はい、皆さんこんにちは、ながチャンネルです。前回は APS-C ミラーレス Z52 のミニマルなスナップセットを検証しましたが、今回はフルサイズ機 Z5-2 に合わせるレンズを考えます。神社を巡りながら途中気になったものをスナップするフォトウォークなので、単焦点は鳥居の足にパースがつきすぎないニッコール Z40mmF2 を持ち出そうと思います。ズームは 40mm 近辺で、コンパクトだとキットレンズニッコール Z2450mmF4 6.3 になります。この2本で撮り比べをしてみます。それでは Let's get started! ながチャンネル。車帰り八幡神社の大イチョウ。イチョウの葉が日の光を浴びて黄金色に輝いていました。柵ギリギリまで後ろに下がって鳥居の一部が入る構図にしました。左が単焦点 40mm の F2、右がズームの 40mmF8。2枚の写真の間には10分間のタイムラグがあります。ズームの方の色が薄いのは日差しが弱くなったからのようです。単焦点 40mm は絞り開放から解像感が高いです。ズームの方は絞り開放でも F5.3 なので、思い切って F8 まで絞りました。レンズの違いよりも日差しの強さの違いの方が影響が大きいと思いました。八幡山高徳院の本願寺薬師堂。砂利式の庭を前ボケにして薬師堂とイチョウを撮りました。左が単焦点 40mm の F2、右がズームの 40mm の絞り開放 F5.3。 絞り開放でもピント面はよく改造しています。前ボケを使った表現は単焦点の F2 の方が良いので、ボケを使うなら単焦点です。ながチャンネル。ここからは自由にスナップしていきました。本願寺の鐘楼。単焦点 40mm で強い逆光が光棒になるように F10 まで絞りました。盛大にゴーストが出てしまったのでトリミングします。参拝者の邪魔にならないように 40mm でさっと撮って、後でトリミングで修正でもいいと思います。公園の遊具とイチョウ。ズームの 40mm で絞り開放 F5.3 です。滑り台の方にピントを合わせました。赤、青、黄色を入れて撮っています。露地野菜の無人販売所。ズームの 50mm で絞り開放 F6.3 です。大根売ってると言って人が近づいてきたので、すぐにシャッターを切りました。単焦点ならトリミングで対応する場面でした。逆光で光っているススキ。ズームの 40mmF7.1 です。
撮った時はこれでいいかなと思ったのですが、人工物が目立ちます。帰ってきてからトリミングしました。より光っている感じが出せたと思います。溝合神社です。祠の左の柱に番地の表示がついているのが面白かったので撮りました。ズームの 50mmF7.1 です。これも単焦点で撮るなら後からトリミングですね。2本のレンズで撮り比べた結果、ボケを生かした写真を撮りたいときは単焦点、パンフォーカスで色や形を生かしてさっと撮影するならズームレンズ、目的に合わせて使い分けるのがいいと思いました。次回の動画までぜひチャンネル登録をしてお待ちください。ご視聴ありがとうございました。